今妻の車で納車に向かっています。なんか意外と早くなってな、めちゃくちゃ楽しみやわ。よかったね、楽しみしてたもんな、全然変われへんかったやろ。そうやね。今ハイエースが品薄でな、で今回買った方法とか予約した方法とかもまた動画内で説明しようかなと思ってるね。実はこれ妻の車新車のフリードなんです。 N 版がな事故しちゃってなあ、びっくりしたな、今年の2月ぐらいやけど横転して突っ込まれて横転してで廃車になってそうそう今フリードに変わりました。そうです。またこの辺は動画で詳しくしたいと思います。はい。あ、これですか。薄暗くなったりしたら、自動的にライトがついてしまうオートライトになりますので、お願いいたします。さあ、トヨタさん夢をありがとう。出発します。いやーすごい、なんか軽いですね。さすがディーゼル、ぐんぐん進んでいきます。音もそんなに思ったよりうるさくないですね。走行距離71キロです。いやー、これが自分の車か。やっぱ新車嬉しいですね。ガソリンがね2メモリしかないんですよね。さあ、初めての給油を行います。記念すべき初めての給油です。なんかこれ入れるところ青っぽいんですね。なんかプラスチックみたいなもので周りが保護されています。最近こんなんなんですね。さあ帰ります。で今回マット頼んでないんで、家帰ってから社外品のマット用意してます。こちら装着します。無事初給油終わりました。なんかめちゃくちゃ楽しくなってきました。すごいね、視界はいいですよ。フロントも開けてるし、左右のミラーも見やすいです。後ろもデジタルルームミラーなんでくっきり見えます。初めてですがもう運転に慣れてきました。標準装備のマルチビューモニターですが、走行中もボタンを押すと上から見れます。これ駐車の時だけかと思ったんですけど、走行中も見れるなら細い道の時とか峠の対向車離合などに役に立ちそうです。乗り心地もバンなんですが思ったよりいいですね。段差ショックも乗用車のように衝突を和らげてくれてすごい乗りやすいです。もっと細かい乗り味などレビューしようと思っていたんですが、テンション上がってちょっと分かんないんで、一旦家帰ってオプション装備などこだわりポイントを紹介させてもらって、また別で走行レビュー撮りたいと思います。はい、家到着しました。さあ、この車で究極の一人用キャンピングカー作っていきます。楽しみです。バンなんで後ろは何もありません。内装もすごいシンプルな、すぐ鉄板むき出しの簡単な作りです。それではハイエースの詳細をお伝えします。ハイエースバン DX です。6人乗り4駆のディーゼル 6AT、 ボディカラーはホワイトです。そして GL パッケージ付けました。こちら2026年7月以降製造販売された新型ハイエースの後期モデルになります。マイナーチェンジ箇所はシート、ヘッドレストの安全性強化 UNR17 国際安全規則適合ということです。外観や価格は変化なしのマイナーチェンジということです。標準幅ハイルーフという珍しいタイプを購入しました。幅が 1695mm、 高さが 2240mm、 全長長さが 4695mm と一般の駐車場にも余裕で入るサイズです。ハイエースの標準の高さが 1980mm なんで、ハイルーフはそれより 260mm 高くなります。少人数のキャンピングカー作るにはこれがベストじゃないかなと思っています。5ドアと4ドアに選べたんですけど、今回4ドアにしました。キャンピングカー作るようなんで、運転席側のセカンドシートのドアはなくしました。こちら側のドアだけ開きます。向こう側は常設ベッドにしようと思っています。バンということで1ナンバー商用車になります。毎年車検で、新車の時は2年後に車検、その後は毎年車検になります。自分は後でキャンピングカー登録しようと思ってますんで、キャンピングカー登録を8ナンバーにすれば2年に1回になります。
車両本体価格が399万9600円で、値引きが15万6810円あって、384万2790円でした。こちらがオプションのない状態の価格です。自分はこういった LED ライトやバンパーなどいろいろつけましたんで、もうちょっと価格は上がってます。この辺詳しく紹介していきます。この本体価格のみだったら、このマットもついてないんですよね。で、マットが純正で5万円します。高いなと思ったんで、ネットで買いました。7700円でした。汚れ落としやすいようにこちらの防水タイプにしました。で、早速つけていきます。はい、ぴったりですね。さすがハイエース、車外パーツは豊富なんで何でも揃えますね。純正のホイールカバーが銀色なんで黒のアルミホイールにしようかなと思っていたんですけど、ディーラーさんの純正オプションであった黒のアルミホイール、これすごいかっこいいんですけど11万円なんですよね。なのでヤフオクで黒に塗装済みのホイールカバー買いました。この純正のホイールカバーを黒く塗っただけだと思います。4つで8000円でした。なんか結束バンド使えばホイールキャップ簡単に外れるみたいなんで試してみます。はい、どうでしょうか。足元がかなり締まって見えるような気がします。塗装なんで剥げそうな気もしますが、しばらくこれで様子見ます。冬になったら冬タイヤも揃えないといけないんで、またその時になったらアルミホイールも検討します。それでは外装からオプションなどつけたとこ、こだわりポイントをお伝えしていきます。まずはこのフロントフェイスですよね。これが最新の9型、数字の9ですね。9型と呼ばせてもらいます。9型は特徴があります。すごいシュッとしてますよね。これは好き嫌いが分かれそうですが、自分はなんか新車、新しいという感じがして結構好きです。ライトがすごい特徴的なんですけど、一旦置いといて、この GL パッケージの特徴ですね。ここの真ん中のフロントメッキグリル、こちらが GL パッケージなんでメッキグリルになってます。普通のバンだったらメッキではない銀色になります。こんな感じですね。これがバンのフロントグリルになります。こちら側が GL パッケージのフロントメッキグリルで、ここのバンパーですね。ここも白の同色になっています。で、バンは黒になります。この辺は好みが分かれると思います。自分はこのフロントバンパーは黒の方が好きなんで、後で塗装しようかなと思っています。このフロントメッキグリルの下、ここにカメラがあります。こちらは上から見る360度カメラのフロントカメラになります。で、その下ですね、こちらフロントスポイラーはオプションです。TDR の定番のフロントスポイラーを装着しました。で、このフロントスポイラーについているライトは常時点灯します。そしてこのメインのヘッドライト、バイビーム、こちらはオプションでした。LED ライトです。このオプションのバイビームはローとハイが兼用になっています。そしてその下がスモールランプ、ラインタイプの LED になっています。で、このバイビームの下、これもオプションでシグネチャーイルミです。これも LED ライトでラインテープのように光ります。ここの2つはラインテープみたいな感じでこんな感じで光りますんで、この9型なら合うかなと思ってつけてみました。こんな感じでかなりオプションのライトをつけたんですけど、まだもう1個つけられるんです。ここなんですけどね、 LED のフォグランプがつけられます。で、今回ねお願いしていたと思ったんですけどついていなかったので、また今度ディーラーさんにつけてもらいたいと思います。つけた後の画像はこちらに貼っておきますね。はい、1週間後にこの LED フォグランプ取り付けていただきました。引きで見るとこんな感じです。光らせるとこんな感じです。では実際にライトつけていきます。現在ポジションランプですね。で、次スモールライト、で次がロービームでハイビームです。次ハザードいきます。どうですかね、このスモールライトとポジションランプ、なんか近未来的な感じでかっこいいですよね。なんかハイエースっぽくないというか違う車のような感じもします。ここにつける予定の LED のフォグランプですが、独立したスイッチがありますんで、吹雪とか雪道の時だけつけるような感じになると思います。雪国ではフォグランプあるかないかでは本当に生死を分けるぐらい貴重な装備なのでつけておきたいと思います。次サイドなんですけど、このガラススモークみたいな感じで黒くなっています。こちらは GL パッケージのプライバシーガラスです。こちらのミラーも GL パッケージに入っている電動格納ミラーになります。
そしてこのミラーとボディの間ですね、ここに空力のような突起物もあります。ミラーの下、ここに360度カメラのこのサイド用のカメラがありました。この窓のサイドバイザーはオプションにしてワイドタイプにしました。結構分厚いタイプです。雨も入りにくいと思います。でこちら寒冷地仕様にしますんで、防水コーティングされています。この白のボディなんですけど、通常より塗装の層が1層追加されていて、融雪剤などの錆に強くなっています。でこのボディはその塗装されてるんですけど、なんと下回り、この足回りなんですけど、防水塗装はないようです。ここしてほしいですよね。で寒冷地仕様で言えば、このドアの下ですね、ここに樹脂のようなものがあります。でこれで凍らなくなってますね。ドアは電動ドアじゃないんですけど、オプションのイージークローザーはつけました。なのでこの辺まで持っていたら勝手に閉まってくれます。これ車中泊スポットとかですごい静かなところで車が多かったら助かりますね。でマットフラップオプションでつけました。こちらトヨタ純正のマットフラップです。これなかったらすごいボディに小石飛んで傷いくそうなんでつけてみました。ただネットの記事見るとですね、なんか雪とかがくっついて良くないという噂もありました。この辺ネットの真相は分からないので、今年自分の冬実際に走ってみて確かめたいと思います。これ差し色で赤にしたんですけど、黒もあったんですよね。今は黒の方が良かったんじゃないかなと思ってるんですけど、また飽きたら変えたいと思います。で次リアなんですけど、このリアのドアもイージークローザーついています。すごくいいなと思ったのがこのバックカメラなんですけど、さすが純正ですね。こんな感じで埋まっています。で寒冷地仕様のリアのフォグがありますんで点灯させておきます。こちらです。片方だけ光ります。これがあると吹雪でも後ろの車が前の車を発見できます。次運転席なんですけど、まずこのデラックスグレードは前3人座れるんですよね。これいいですよね。2人の場合はこんな感じでドリンクホルダーや収納にできます。トラックベースのキャンピングカーと比べてもこの真ん中の席狭くないんで、家族前3人座ってドライブに行けそうです。でここなんですけど、インテリアパネルセットオプション頼みました。このドアのとこもですね、ピアノブラックの色にしました。これで多少ですが商用車感がなくなっていると思います。でこのミラーはデジタルインナーミラーにしました。こちらオプションです。じゃあエンジンつけてみます。マルチインフォメーションディスプレイはこんな感じで液晶になっています。でメーターのデザインもこんな感じで変えることができます。今回標準でついてきたこのレーダークルーズモードですね、前の車についていってくれます。こちらで操作できます。車間距離もこちらのボタンで変更できます。これオートクルーズだけではなくてレーダークルーズモード、前の車についていってくれます。で今日一回試してみたんですけど、前の車が止まったらこちらも止まってくれました。これが標準ってすごいですよね。今回9型新車で買った理由の中にこの追従式のクルーズモードがついていたからというのもあります。次すごいのがこの上から見た360度カメラパノラミックビューモニターです。こちらも標準装備です。これも使ってみてすごい便利でした。ここのボタンで切り替えれるんですけど、走行していて12キロ以上だったら普通のモニターに切り替わります。1回消えてから12キロ以上、例えば20キロ、30キロ、60キロとかで走行した時に押すと5分間表示されます。なので駐車だけじゃなくて、例えば狭い山道などでも使えます。速度制限ないのはいいですよね。この辺エアコンなんですけど、やっぱりバングレードなんでオートエアコンじゃなくてマニュアルになります。ここに USB-C などありますね。やっぱり最近の車なんで。でここのシフトノブのとこだけなんかすごい商用車感ありますよね。これだけまたなんかカスタムしたいと思います。どうですかね。これ商用車バングレードなんですけど、意外といいですよね。本当に乗用車っぽくなっています。あとこの座席の下にバッテリーがあるんですけど、寒冷地仕様なんで2つになっています。そしてオルタネーターですね、電気を生み出してくれるところなんですけど、そちらも 100A 通常なんですけど、寒冷地仕様は 130A と容量アップされています。なので走行充電を行うキャンピングカーにはもうこの寒冷地仕様めちゃくちゃいいですよね。雪国じゃなくてもキャンピングカーにする予定の方は寒冷地仕様にした方がいいと思います。あとはこのトヨタのマイアプリとリンクすればドアロックしたりハザードつけたり遠隔操作ができるようです。こちらが後ろの荷室なんですけど、狭いような広いような絶妙な空間です。身長170センチの自分が立つことはできないんですけど、こんな感じで頭をかがめば立てます。なので着替えも大丈夫ですね。
この横幅は152センチ。で、この荷室の長さがなんと3メーターあります。なので、2メーターぐらいの常設ベッドを設置したとしても、この後ろに1メーター近くのスペースが余ります。ここをトイレなどのマルチルームを作れば車中生活できます。これ以上狭くなると快適に生活するの難しい空間なんですけど、常設ベッドとマルチルームが共存できる最低限のスペースなんですよね。なので、やりようによっては住める面白いサイズです。一人特化にすると今までになかった面白いキャンピングカーが作れると思います。で、このナローサイズの面白いところが、もう一つ上のハイエース、ワイドボディ、ミドルルーフ、こちらワンサイズ大きいんですけど、なんと荷室の長さ3メーターは同じなんですよね。これ横幅はワイドボディの方が広いんですけど、この長さですね。ここは同じなんですよね。車全体の長さはワイドボディ、ミドルルーフの方が長いんですけど、荷室に関してはナローボディと同じなんです。これ面白いですよね。あと荷室の細かいところ見ていきたいんですけど、まず窓が2つあります。手動の窓が左右2箇所あります。こちら電動スライドドアではない扉にはこの窓がついています。で、窓なんですけど、このジールパッケージに入っていたこのプライバシーガラス、黒くなってると思うんですけど、実はオプションでさらに IR カットフィルム、こちら純正のものをつけてもらっています。ちょっと夜なんでもう真っ暗なんですけど、昼だったら景色は普通に見れる透け具合です。外から中は見えない感じです。なぜつけたかと言いますと、やっぱり断熱ですね。夏のクーラーが効きやすいように、車中時快適に過ごせるように試しでつけてみました。この辺効果あるかどうかは実際に車中泊で試したいと思います。あとここのタイヤハウスなんですけど、これ本当はむき出しなんですけど、寒冷地仕様に入っている装備で、このタイヤハウスがこんな感じでカバーしてくれています。あとはリアクーラー、こちらオプションお願いしました。そしてリアヒーターですね。こちらもオプションお願いしました。ここのタイヤハウスの上にリアヒーターがあります。これよう考えたら、自分これキャンピングカーにするときにキャンピングカー専用の F ヒーターつけますんで、リアヒーターいらなかったかもしれないですね。で、最後にですね、オプションなど全て込みの値段見積書公開します。もしトヨタさんに怒られたら、ここをカットするかもしれません。今回たくさんオプションつけました。こちらが見積書です。で、合計が44万7700円でした。で、オプションでもなんか GoTo キャンペーンというのがあって、その割引が10万円近くありました。で、その他諸経費など税金関係は14万2510円でした。で、車両本体価格割引があって、メーカーオプション、ディーラーオプションなど全て込みで458万7490円で、これに税金14万2510円が入って合計で473万円でした。どうですかね。で、今回自分このヘッドライトなどオプションたくさん入れました。オプションなしの本体価格だけでもマルチビューモニターや追従式オートクルーズついてますんで、400万以下で買えると思うと結構お得ですよね。さあ、そして今回これ以外にお金かかったのが任意保険です。ディーラーさんで入ったんですけど、なんと年間15万5640円もしました。自分が今乗ってる別のキャンピングカー、ジル520キャブコンなんですけど、それでも8万6000円なんで、やっぱりハイエースは高いですね。セカンドカーということで、保険が低い等級から始まったというのもあり、車両保険もつけてるので上がっちゃいました。それプラスハイエースの保険料が高いようです。やはり盗難とかが多いようなんで、保険料は高めに設定されているようです。ここは予想外で意外とお金かかっちゃいました。で、今回納期なんですけど、約2ヶ月でした。意外と早かったです。注文方法なんですけど、現在ハイエース9型が品薄でなかなか購入できません。自分最初中古のハイエースを探してました。前の方でもハイエースは品薄で新車ぐらいの価格でした。それならもう追従式のオートクルーズついてる方がいいと思って、この9型を探し出しました。探し出してから約 3,4 ヶ月で契約することができました。で、探した方法なんですけど、もうとにかくディーラーさんに直接電話しました。1店舗じゃなくて自分が行ける範囲5店舗ぐらいを探して聞きました。1ヶ月に1回ぐらい思い出したらディーラーさんに電話していました。やはり最初の方はなかったんですけど、やっぱりヒントをくれるんですよね。このぐらいに入るかもみたいな感じで、そのヒントを手がかりに何店舗かかけました。そして面白かったのが、トヨタでもネッツトヨタやトヨタモビリティなどありますが、在庫状況が違うんですよね。あとは車の系統も違います。バンが買えるとこもあるし、ワゴンが買えるとこもあります。そして常連さんにしか売らないところもあるし、
新規のつながりを作るために新規枠で何台か確保している店舗などもありました。このナローハイルーフじゃなくて普通のナローロールーフ、あとはワイドミドル、この辺は比較的買える店もありました。自分が買えたトヨタさんはバンのグレードは買えるんだけどワイドミドルなどワゴンタイプは買えないお店でした。なのでもう直接電話するしかないですね。タイミングが良かったらこんな感じであっさり買えると思いますんで、欲しい方は近くの店舗5店舗ぐらいリストアップして電話してみてください。で今日1日だけなんですけどハイエース触ってみて気になったポイントあったんでお伝えしておきます。これ皆さん言われてるんですけどね、やっぱりちょっと高かったですね。乗り降りするのがちょっとよっこいしょって感じでコツがいる感じでした。そしてこの荷室ボディなんですけど、もうただの鉄板なんで夏かなり暑くなりました。今日も昼35度超えてたんですけど、もう車全体に電気ヒーターをつけているようなそんな暑さでした。これね、中今空洞なんで断熱材など入れたらどのぐらい抑えられるのか試してみたいですね。で最後にですね、よく聞かれるのがなぜ日産キャラバンじゃないんですかというのはよく聞かれました。ハイエースにこだわった理由があるんです。それはフルタイム 4WD です。ハイエースはもう常に4駆なんですよね。でキャラバンの方は自分で押して切り替えるパートタイム 4WD です。パートタイム 4WD の方が雪道などには強いんですけど、フルタイム 4WD にこだわった理由としては、ここ数年雪国で住んでみて、北海道なども冬に旅行ってみて、路面の状況を見ながら頻繁に切り替えるのは危険だなと判断しました。パートタイム 4WD は雪道に強いんですけど、雪がないところや砂利がないところでは4駆にすると駆動系に負担がかかります。なので雪がないところでは2駆に切り替えるんですけど、それが大変でした。実際に雪国に住まれている方ならわかると思うんですけど、雪が溶けているところ、積もっているところ、融雪剤があるところ、ブラックアイスバーンのところ、濡れているところ、いろんな状況があります。それが頻繁に入れ替わるんですよね。なので自分が買うならできればフルタイム 4WD がいいと思っていました。これなら北海道も安心していけます。ハイエースワンオフキャンピングカーへの道なんですけど、まずは下回りをノックス道路で防水塗装をします。そちらはもう来週予約しました。自分も実際に手伝わさせてもらうことになったんで、防水塗装の様子は動画でまたお送りします。その後はオールペンしようかなと思っています。アースカラーに全塗装したいと思います。その後中の仮装をするんですけど、自分でするかビルダーさんにするかまだ迷っています。中古だったらもう確実に自分でしていたんですけど、今回新車なんで自分の頭の中のアイデア構想をビルダーさんに伝えて、ビルダーさんに作ってもらう可能性もあります。とりあえず一回このままで車中泊してみたいですね。それでいろいろ妄想したいと思います。ハイエース一人専用モーターホーム化計画シリーズ化していきますので、ぜひチェックまたよろしくお願いします。